こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、数日前に上げたご質問にお答えしますシリーズの動画、マスキングで C54 をツートンカラーに塗り分けるっていう、そういうのをやったんですけど、それのですね、結構単純に続きっていう感じになります。で、前回は本当にボディの本体だけ、これですね、ツートンカラーに、塗り分けするっていうのだけやって終わっちゃったんで、もうこの本当に本体とこのボンネットか、これだけやって終わっちゃったんですけど、当然ですね、ここから完成はさせたいなというふうに思ってますので、引き続きですね、作っていくんですが、せっかくなので、完成までですね、いくつかの動画に分けて、特に初心者の方にですね、少しでも参考になればっていうので、アップさせていただこうと思います。はい。では、今回ですね、やっていくのは、クリアパーツ C54 の場合はこれですね。この C54 のクリアパーツを、塗り分けをして、例えば、このパーツだったら、ヘッドライトのこの横のウインカーのところですね。ここをオレンジ色にするとか、あとは、このサイドマーカー、横のここですよね。ここにつく、ウインカーレンズっていうのは単純にオレンジに塗るだけでいいと思うんですけど、一番塗り分け多いのはこれですかね。このテールレンズ。これが、上が黄色、オレンジ。で、ここが、白というか透明というか、っていう感じで、バックランプですよね。で、下が赤っていう塗り分けになると思うんですけど、このあたりをですね、やっていこうと思います。で、あとは、あれか、この横の縁の黒い線のところですね。ここの塗り方なんかもちょっと参考にしていただければと思いますので、あと、あれか、この横の黒い縁のところですね。ここも、マーカーペンですね。ペンを使って塗っていくんですけれども、そのあたりのやり方なんかも結構簡単で綺麗に塗れるので、参考にしていただければなと思います。じゃあとりあえず、当然ランナーから切り離して塗っていくんですけど、C54 ってこのウインカーレンズとか、このフロントのこのマーカーランプかな、これもなんか予備がついてますよね。せっかく予備がついてるんで、全部一緒に塗ってしまおうかなと思ってます。で、これ、あくまで僕の場合はっていう感じなんですけど、個人的なやり方としてですね、これぐらいのちっちゃいパーツだったら、中性洗剤で洗うの、なんかちょっと面倒なんで、パーツクリーナーですね。いわゆるこういうパーツクリーナー。こういうのでもう拭くだけにしちゃうっていうことが多いですね。こんな感じで、ティッシュとかに取って、ここを拭くだけみたいな。こう塗るところですね。塗るところを拭くだけみたいな。これも結構賛否両論あると思うんですけど、僕はこれで大きな失敗っていうか、なんじゃこりゃみたいなことになったことはないので、一応これで拭いて、このパーツをですね、成形した時の剥離剤が気になるので、それを拭き取ってから塗るっていうようにしてます。ボディとか大きいやつは当然、これじゃあ拭ききれないですし、これもそんな完璧なやり方ではないと思うので、ちゃんと中性洗剤で洗うんですけど、クリアパーツぐらいだったら、こういうので拭くだけにしちゃうっていうのは多いです。で、あとはマスキングですよね。マスキングは、まずヘッドライトからいきますか。今回は、ここですね。ここをオレンジにしようかなと思ってるんで、これの場合は単純にここに線がこう入ってますよね。この線が入ってるんで、これに沿ってマスキングをしてしまいます。こんな感じですね。で、今回はもう表からも裏からもクリアオレンジですね。っていうのを塗っちゃおうかなと思ってるんで、ちょっと裏側も飛んでもいいように、こんな感じでマスキングをしてます。で、あとオレンジで塗るパーツでマスキングが必要なのはこれですね。テールレンズ。これのオレンジに塗りたいところを残して、同じですね。こんな感じで。一周ぐるっと裏側からも。表から塗るだけでもいいんですけど、裏からも塗った方が早く発色して作業が早いんで、両側から塗ってみようと思います。で、ここの塗り分けなんですけど、ここに線があって、ここですね。で、ここをオレンジにしたいんですけど、結局この縁のところは後で黒く塗ってしまうので、そんなに細かくやらなくても、この
線のど真ん中ぐらいにピタッと来てるような感じで貼っておけば大丈夫かなと思います。この実際に貼ろうとすると、ここにあるラインですよね。このラインのこっちの端にした方がいいのか、手前にした方がいいのか、もしくはこの下の方にした方がいいのかってあると思うんですけど、もうこのど真ん中ですね。ど真ん中にピッと貼るっていうような感じで大丈夫です。で、その他のこのパーツはですね、もう全部丸々オレンジに塗ってしまうパーツなんで、マスキングは特に必要ないですね。で、これで一回、クリアを拭きたいと思うんですけど、今回使うのはラッカーのクリアオレンジを使います。で、これ、タミヤさんのアクリル系でもクリアカラーっていうのがあるんで、タミヤさんのアクリルのクリアですね。でもいいと思います。今回はこのオレンジと、あとはテールレンズでオレンジ塗った後に、このクリアレッドですね、を使いたいと思います。で、その他にもちょっとご紹介しておくと、僕がよく使うものとしては、このイエローですね。クリアイエロー。これもよく使いますし、あとは、これはたまにって感じで、このスモークグレーっていうやつもあるんですよ。これも使うことがあります。一応クリアイエローの使用例としてはこんな感じで、僕よくライト黄色くするの好きなんですけど、こういう表現の時に使いますね。あとはこんな感じで、車の雰囲気的にオレンジじゃなくて、なんか黄色にしたいなっていう時があるんで、これは黄色でやってますね。このウィンカーもそうですけど、これがクリアイエローの使用例っていう感じです。あと、スモークはですね、これがスモークを使ってあります。黄色塗る、赤塗る、で、最後にスモークかけて、ちょっと暗いスモークレンズ風にしてるっていう、こういう時にも使ったりとか。あとは、これは、今から塗るのはオレンジで塗るんですけど、これはもうスモークで塗ってます。これですね。これですね。ここは色塗ってなくて透明で、ここがスモークですね。スモークを塗ってあります。あとここクリアイエローですよね。はい。というわけで、じゃあ今からですね、クリアオレンジを拭きたいと思います。はい。今回もですね、エアブラシで塗っていくんですけど、こんな感じで、クリアの色って結構発色が悪くて、塗料の最初の食いつきもいい方ではないので、あとは相手もクリアパーツなので、それも塗料の食いつきがあまり良くないっていう組み合わせになってしまうので、ちょっと最初は慎重に吹きかけた方がいいですね。今これ実際そのようにやってるんですけど、最初はいきなりたっぷりかけるんじゃなくて、本当に薄くさーっとかけて、ちょっと足付けしておくみたいなイメージで、やってます。こんな感じで薄く、特に最初はですね、だんだん濃く吹きつけても大丈夫になっていくんですけど、最初は薄く吹きつけて、今回パーツの点数も多めだったんで、順番にですね、薄く吹きつけて置いといて、しばらく乾かしながら他のパーツを塗ってっていうのを順にですね、どんどん1順2順みたいな感じで繰り返していくような感じです。はい、これで今、塗り分けの必要なヘッドライトと、あと、テールレンズですね。これを塗ってきた状態で、マスキングですね、を剥がしたいと思います。ヘッドライトがこんな感じですね。こっちはもうこれで塗り分け自体は完了したっていう状態ですね。で、こっちがテールレンズですね。こちらは今の時点ではこんな感じですけど、あとは今度は赤ですよね。赤を塗っていきます。で、この赤なんですけど、もう当然オレンジと一緒ですね。こんな感じでマスキングして同じく塗っていきます。はい。で、もう同じ作業なんで、ちょっとクリアレッドですね。クリアレッドを吹き付けるところは飛ばしちゃってるんですけど、あとは、こんなこともしましたっていうので、ちょっとご紹介させていただくんですが、クリアオレンジ、クリアレッド塗り終わりましたの状態からの、これが艶消し
のクリアを吹き付けてます。はい。というわけで、一通り塗りました。一番やってるのがこれか。これが、オレンジ塗って、クリアオレンジ塗って、クリアレッドを塗ってっていう風にしてあります。で、最後にですね、これはもう全部やってあるんですけど、フラットクリアっていうのを吹いてあります。で、このフラットクリアを吹くと、これまあ、好みだったり、どういう、まあ、モデルですよね。その、車種とかにもよるんで、どういう表現にしたいかっていうのにもよると思うんですけど、もうビカビカのクリアにしたいんだったら吹かない方がいいと思うんですけど、このフラットクリア吹くと結構白っぽくなるんですよ。さっきまでこれすごい透明だったと思うんですけど、なんか白っぽくなりますよね。で、僕はこれが好みなんで結構吹くことが多いです。特に古い車種のライト類ですね、をやるときは結構最後にフラットクリアですね、を吹きます。これもそうですよね。バックランプのところって結構白っぽいじゃないですか。で、それに近い感じになるので、このフラットクリアですね、吹くようにしてるっていうのが多いですね。あとですね、ちょっとやった作業あって、これなんですけど、このクリアパーツの発色を良くするために、シルバー塗ったんですけど、塗り始めてすぐ気づいたんですけど、今回グレーじゃないですか。ほぼ意味なかったなっていう感じですね。例えばこれがもう全然違う。例えばですよ。例えば、グリーンとか、まあ、あと、ボディ真っ黒とか、そういうような特に暗い色で塗っているときは、ここですね。クリアパーツの後ろ側になる部分は、まあ、シルバーとか明るい、まあ、グレーとかでもいいと思うんですけどね。明るめの色で塗っておくと、こう、クリアパーツ後でこうつけたときにですね、発色がこう全然違うというのがあるので、おすすめです。はい、じゃあ続いて、これの縁取りですね。縁取りを比較的簡単にできる方法っていうのでご紹介させていただきたいんですけど、これですね。タミヤさんのもうすごい昔からあると思うんですけど、ペイントマーカーっていう、このマジックみたいなやつがあるんですけど、これでやると結構楽なんで、ちょっとやってみたいと思います。で、今回使うのは、フラットブラックですね。やっぱり艶消しの方が様になると思うので、艶ありの黒よりはこっちの方がおすすめなんじゃないかなと思います。じゃあまず使っていくんですけど、当然これフルタイプなんで、よく振って、で、ここにですね、ちょっと一回まず塗ってみますね。こう、ちょっと強めに押し付けるようにしながら、こうピッて塗っちゃうんですよ。そうすると、ちょうど、こう、角だけ黒くなるんですね。で、これを、もちろんある程度慎重にやった方がいいと思うんですけど、こんな感じで、塗っていくだけで、こう黒くなるんですね。で、これ失敗しても、一応このタミヤのこのペイントマーカーっていうのは、エナメル塗料用の溶剤で結構簡単に落とせるんで、万が一失敗しちゃった時は、例えば今回だったら、ラッカー系のクリアレッドとクリアオレンジの塗料で塗ってますので、もし間違えちゃったっていう時に、エナメル溶剤でこの黒を拭き取っても、赤は落ちないんですよ。なので、万が一間違えちゃっても、まあ、結構簡単にエナメル溶剤を使えば、落とすことができます。ここがちょっと難しいですね。この角は楽なんですけど、ここが結構難しいんで、はみ出ましたね。思いっきり思いっきりはみ出ましたね。ちょっと拭き取りますね。めちゃめちゃちょっとだったら爪楊枝とかで引っ掛けばいいんですけど、これちょっと結構盛大にいっちゃったんで、この溶剤ですね。エナメルの溶剤を、まあ、綿棒かなんかにつけて、でこう拭き取ってやれば、こんな感じで消せますね。まあ、もう一回やんなきゃいけないですけど、ちょっ
と真ん中意外と難しかったんで、マスキングします。多分片側だけこうすれば、こっちから攻めれば、こんな感じでいけば。そうですね。こんな感じで。まあ、遠目だったら大丈夫かなぐらいで塗れたんじゃないかなと思います。ちょっとこれ、一回、ここ乾かしたいんで、これ置いときますね。ちょっとこれ、塗り方順番分かった気がします。さっき、ちょっと外からやっちゃったんですけど、中からやりましょうか。中を、こうマスキング、程よいところでしながら、で、ここですね、ここを、こんな感じで、塗って、で、ここ剥がしちゃって、また、この下の段ですね。下の段は、またマスキングテープでちょっと隠して、で、こちら側から、こんな感じで、こんな感じですかね。で、こう剥がして、これで2本線が引けたんで、ちょっとめっちゃよく見ると、あんまり綺麗じゃないですけど、まあまあ、遠目で見る分には、この辺にこうやってつくものなんで、問題ないかなというレベルなんじゃないかなと思います。これもちろん上手な人は、筆塗りでやった方がもっと綺麗に塗れるかもしれないんで、全然この辺はやり方もちろん自由なんですけど、これはまああくまで一つのやり方って感じですね。この端っこはやりやすいですね。ここに塗る場合は、こう45度ぐらいからグッと押しながらピッて引くだけなんで、こんな感じですね。で、あとはここか。はい、こんな感じで塗れました。じゃあさっき置いといたこっちも同じようにマスキングして、こんな感じですかね。こんな感じで。はい、これで、ちょっとさっき失敗しましたけど、なんとかリカバーできたと思います。あと、この辺のパーツも一緒ですね。まあこれ正直塗らなくてもいいと思いますけど、ほぼ隠れちゃうんで、一応塗ってみたいと思います。はい、こんな感じで、横から見ると、この、周り一周ですね。周り一周を黒く塗ることができました。はい、じゃあ、あとはこれか。これちょっと剥がして、これ多分あんまり意味なかったんですけど、じゃあ剥がします。こんな感じですね。まあ、グレーだったんで、シルバーにしても、そうですね、グレーのところとシルバー、ちょっと違いますかね。まあ、こんな感じでした。もっと暗い色の時だったら効果はこれですね、あると思います。じゃあ、あと、ここからはちょっと一旦組み立てるだけなんで、組み立てます。ちょっと飛ばしちゃいますね。はい。というわけで、組み立ては飛ばしちゃったんですけど、前回の動画でもお伝えした通りですね、C54 の組み立て方自体は別の動画で上げてありますので、よければですね、概要欄から見てください。で、これが今回の、お題の方ですね。クリアパーツの塗り分けしてみて、こんな感じで。もちろんこれ付属のシールで、ですね、やってもいいんですけど、やっぱりこう、ちゃんと塗るとですね、全然、雰囲気が、リアルになるというか、いい感じになるんじゃないかなと思います。で、リアはこんな感じですね。こんな感じで、で、今回あれですよね、ここの、あれを取っ払ったんで、タイヤステーカー。ここにですね、スペアタイヤをつける箇所あったと思うんですけど、それは、なくしてみました。こんな感じで、ちょっと、さっぱりな感じですね。で、テールレンズはこんな感じですね。
塗り分けして、で、縁を黒く塗ったっていう感じで、まあやっぱり何もしないよりは全然雰囲気が良くなるんじゃないかなと。はい。というわけで、今回はですね、クリアパーツの塗り分けということで、簡単に動画で紹介させていただきました。で、この車両自体はまた、あとはシールか。シール貼って、で、最後にまた、汚し塗装ですね。汚し塗装をして、一旦完成っていう感じで、まあこれちょっと引き続きガンガン走らせるよみたいな感じで作ろうと思ってるんで、多分その先もですね、なんかカスタムパーツつけたりとか、その辺で紹介をさせていただくんじゃないかなと思います。はい。ではですね、今回の動画以上になります。また続きの方ですね、良ければ、引き続き見ていただければと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。